こんにちは。さあ、今日は電磁ポテンシャルと境界条件というテーマでお話しします。皆さんがよく知っている電場 E とか磁場 B とか、そういう話から一歩踏み込んで、電磁気学を裏で支配している、もっと深くて美しい構造っていうのをね、一緒に見ていきたいと思います。まさに今回の探求の目的は、この隠されたルールを見つけ出すことなんです。物理法則のいわば設計図ですよね。そのエレガントな部分を探す旅です。さあ、一緒にこのミステリーに挑戦していきましょうか。この謎を解く鍵はですね、電磁気学の変数を3つの属性、3つの視点から見ることなんです。1つ目はおなじみの電場とか磁場そのもの。で、2つ目がそれらをアンペア系とボルト系っていう風に分ける協約関係。そして3つ目、これこそが今回の核心なんですけど、これら全てを支配する今まで誰も名前をつけてこなかったような強力な性質、ある不分律なんですね。OK。じゃあまず2つ目の属性、協約関係から見ていきましょう。この EDB ハーズ図っていうのが見事にそれを示してくれてるんですけど、右側にアンペア系の量、左側にボルト系の量がある。で、一番大事なルールは、この右側の量と左側の量を掛け合わせるとエネルギーになるっていうこと。これがね、すべての土台になります。ここでちょっと面白いのが、エネルギー密度の式になんで2分の1っていうのがつくのかっていう話ですね。このスライドのグラフを見ればもう一発でわかります。エネルギーがゼロからだんだん溜まっていくっていうそのプロセスがこの三角形の面積に対応してるからなんですね。一方で、ジュール熱みたいに消費されちゃうエネルギーにはこの係数はつかない。蓄積されるエネルギーなのか、それとも消費されるエネルギーなのか、その違いがこの2分の1に現れているわけです。さて、ここからはいよいよ我々のミステリーを解くための超重要ツール、電磁ポテンシャルの世界にダイブしていきます。これ単なる数学のテクニックじゃないんですよ。複雑に見える現象の裏にある本質をズバッと見抜くための強力な武器なんです。その理論的なバックボーンになっているのが、このヘルムホルツの定理。どんなごちゃごちゃしたベクトル場も、スカラーポテンシャル φ から来る渦がない成分と、ベクトルポテンシャル A から来る湧き出しがない成分にきれいに分解できるよと。これが複雑なマクスウェル方程式を劇的にシンプルにしてくれる魔法の鍵なんですね。具体的に見てみましょうか。実測密度 B をベクトルポテンシャル A の回転、つまりカールとして定義する。たったこれだけでマクスウェル方程式の一つ、ナブラ B イコール0。つまり磁石の N 極だけとか S 極だけっていうのは存在しないよっていう法則が自動的に満たされちゃうんです。さらに、電場 E を A と φ でうまく定義すれば、ファラデーの法則も自動的に OK になる。いやー、見事なエレガンスですよね。ここで、静的な世界と動的な世界の違いをはっきりさせておく必要があります。静電場っていうのは、渦がない保存場なので、キルヒョフの電圧則 KVL が成り立ちますよね。ぐるっと一周しても電位はゼロ。でも、磁場が時間で変化するような動的な状況だと、電場に渦が発生するんです。こうなっちゃうと、もう KVL は厳密には成り立たない。誘導起電力っていう考え方で、なんとか辻褄を合わせてるっていうのが実情なんです。さあ、いよいよクライマックスが近づいてきました。物理量を支配する隠された第三の属性、そう、不分律の正体に迫っていきます。ここからがこの話の一番面白いところですよ。この問いこそが今回の探求のゴールです。心の準備はいいですか？その答えがまさにこの表なんです。物理量には視鏡的インテンシブライクな性質を持つものと、視量的エクステンシブライクな性質を持つもの、この2つのグループが存在したんです。実はこの言葉、普通の教科書には載ってないんですね。この考え方を分かりやすくするために我々が使っている、言ってみれば造語です。でも、この分類こそが法則を貫く不分律の正体なんです。E とか H みたいな視鏡的な量はぐるっと回るループと関係が深くて KVL の世界。一方で D とか B みたいな視量的な量は湧き出したり吸い込んだりする流れと関係が深くて KCL の世界。こういう風に分かれてたんです。じゃあ、この新しく見つけたルールが一体どんな風に現実の問題を鮮やかに解決してくれるのか、その本当の価値を見ていきましょう。
舞台は違う物質と物質が出会う境界です。このルールが導き出す結果っていうのはもう驚くほどシンプルなんですよ。帰境的な量である E と H は境界をまたぐとき、その面に沿った成分、つまり接線成分が途切れずにつながる。一方で、質量的な量である D と B は境界を垂直に貫く成分、つまり放線成分が保存される。このたった2つのルールが境界での場の振る舞いのすべてを決めていたんです。この EDBH 図に境界条件を当てはめてみると、その構造の美しさがもっとはっきりしますよね。左側のボルト系、つまり指標的な E は接線成分が連続。右側のアンペア系、質量的な D は放線成分が保存。ほら、これらは全部、さっきの不分率から自然に導かれる必然的な結果だったわけです。しかももっとすごいのは、物質の性質を表す分極 P とか時価 M っていうのも、このルールに完璧に従うってことなんです。これらが境界であたかも表面に電荷や電流があるかのように振る舞うことで、境界で場が不連続になる理由も、この枠組みの中ですっきりと説明できてしまう。すごいですよね。でもこの単純化と統一への旅はまだ終わりじゃないんです。最後に相対性理論へとつながる、さらに深くて広大な世界をほんの少しだけ覗いてみましょう。これが予言ポテンシャル理論から出てくる方程式です。あれだけ複雑に見えたマクスウェル方程式が相対性理論っていう視点を取り入れると、たった一つ、これ以上ないっていうぐらいシンプルで美しい形にまとまってしまう。物理学がずっと追い求めてきた究極の美がここに凝縮されているかのようです。この問いをぜひ皆さんにも考えてみてほしいんです。身の回りの世界の裏にどんな隠されたパターンがあるのか。今日の探求はここまでです。